セイガン宗光です。今日はもっとお金持ちになりたいという30代男性山川さんからのご相談です。いつも素敵なお話をありがとうございます。私は昔からお金持ちに憧れがあります。普通に働いて給料をもらうだけではどうしても限界があるように感じていて、できれば億万長者になりたいと本気で思っています。副業や投資の勉強を少しずつ始めてはいるんですが、もっと稼がなきゃいけない、今のままでは足りないという焦りも強くて、最近はお金のことを考えすぎて落ち着かない感じもあります。お金持ちになりたい、億万長者になりたいという欲を持つのは仏教的に不幸になる生き方なのでしょうか。どうかアドバイスをいただけると嬉しいです。ご相談いただきましてありがとうございます。お金持ちになりたい、もっと稼ぎたい、お金が欲しいと願うことは悪いことじゃありません。不幸になる生き方だとは思いませんね。この世の中にはですね、さまざまな成功者と呼ばれるような歴史上の人物だったり、今生きておられる方でも著名な方々だったり、奉仕活動をすごく頑張っておられて尊敬されている方々だったり、そういう善良と呼ばれるような人、また尊敬に値すると敬われるような人も多いですね。で、そういう方々の共通点は、自分が持っているものを人に分け与えて布施をして他の人の幸福を、他の人の生活や人生を助けていると見ることができます。私もお話ができる、またはこうして禅を学んで仏教を学んで、それを自分なりに言葉に多少できるということがあるので、ご相談をくださってそれに応えているわけですね。で、仏教のお坊さんはですね、今でもそういう宗派だったり地域もたくさんありますけれど、仕事をしてはいけない、贅沢をしてはいけないという戒律があって、お粥を恵んでいただいて食事をとる代わりに修行をしたり、世間にお釈迦様の教えを説いたりしているわけなんです。ですから、お金持ちになりたいという欲自体がどうこうっていうことはちょっと浅くてですね、それを用いてどうするかということが重要なんじゃないかと私は思います。煩悩即菩提という有名な仏教の言葉があります。この煩悩というのは今の場合だとお金持ちになりたいという欲と言い換えることができます。欲即菩提。菩提というのは目覚めた人、悟った人、悟ること、そういうことを意味します。つまり欲があるということはすなわちそれ悟りということを言ってるわけなんですね。欲があればその欲の扱い方によって真理に目覚めたり、真理に目覚めるような生き方ができるよっていう方便ですね。で、何が言いたくてこの言葉をご紹介しているかというと、欲を持つのはいいんだけど、乗っ取られて欲が赴くままに生きるんではなくて、自分で扱いこなす、乗りこなすということができるように、お金を手に入れてお金持ちになって
いきましょうというお話です。そうしないと欲に駆られて欲に乗っ取られてしまうと、きっとですね、大切なものを見失ってしまう、そんな人生になりかねません。さて、お守りです。山川さんはお金持ちになりたい、もっと稼がなきゃいけない、今のままでは足りない、億万長者になりたいという欲を持っていらっしゃいますね。で、改めて考えてみてください。何のために、そう願っているのか。目的が、理由がきっとあると思います。なぜかというと、お金は道具だからですね。これは誰でも分かりきった話ですけれど、お金を使って何がどうなればいいと願っているのか、それを改めて深く考えて見つめましょう。そしてそれは、誰のためなのか、自分だけなのか、誰か他の人のためでもあるのか、それは誰なのか、そしていくら欲しいのか。億万長者といっても、それは資産がいくらなのか、年収がいくらなのか、年商がいくらなのか、もう考えておられる、決まっておられるかもしれないので、もしそうでなければそこまで考えてみてください。で、最後に何のために欲しいのか、誰のためなのか、いくらなのか、それは本当なのか、改めて自問してみてください。本当に私はそのお金が欲しいのか、本当にそのお金は自分が想定した自分あるいは誰かのためになるのか、本当にその金額がいいのか、必要なのか、改めて考えてみましょう。深くです。そして次にですね、改めて考えたものがエンジンになると思います。お金持ちになりたい、もっと稼ぎたい、億万長者になりたいという、この手段の道具の奥にある欲、願いに向き合ったわけなんですね。その欲、願いが明確になって、それがエンジンになっていくので、これからもっと必要な分だけ、願っていらっしゃる分だけお金が集まってくるだろうと、稼げるだろうと私は信じます。しかしブレーキも必要なんですね。エンジンになる欲は据えました。今度はブレーキがないと乗っ取られますからね。ブレーキは何か、お金をいくら積まれても失いたくないものを一度考えてみてください。そしてお金が一切なくても、お金が一切もらえなくてもやりたいこと、やり続けたいことを考えてみてください。そういうことを守っていく必要があります。非常に大事なことです。お金さえあればできること、手に入れられるもの、これはいつでもどこでも稼ぎさえすれば手に入れることができるということですよね。だけれどお金がなくても、全てを失っても守りたいもの、やってみたいもの、これをやらずして死んでいく人生はもったいないと思います。ですからまずそれを改めて考えてみてください。そして3つ目、お金持ちになりたいという欲に対するエンジンを見つめました。そしてブレーキになるようなお金とは関係しない欲、願望に関しても見つめ直しました。この2つを見直した上で、ぜひですね、目標を立てて動いていきましょう。お金を稼ぐというと世間の行動ですよね。物質的な欲であり、物質的な
変化を望んでいるわけですから、物質として自分自身の行動を作っていく必要がありますね。ですから自分のエンジンが明確になって、お金とは関連のないブレーキになりそうな願いもはっきり分かって、じゃあこれから先1年何をどのようにしながら過ごしていくことができれば、自分が望むような未来がもっと早くに近づくだろうかと。自分ができそうで、これぐらいならやりたいな、挑戦したいなというもので結構ですから、できるだけ小さなことです。高い目標ではなくて小さな目標ですね。でそしてそれは自分ができる行動で定めていきましょう。いくら稼ぐとかだとね、結果論ですから、例えば自分ができることだというと、500円玉貯金を毎日やるとか分かりやすく例えましたけど、1日に1時間必ず、その投資の勉強をするとか、必要そうな資格があるんでしたら、その資格の勉強を1日に1時間やる、2時間やるとかね。資格を何月までに取るとかではダメですね。もっと小さな行動で自分ができることを 100% コントロールできるその行動で定めてください。そして、その定める内容はとてつもなく多いです。100個やってみましょう。今こうして相談をくださるほどに重いテーマというかね、本気なんです。本気だったらば、私がこれやったことあるので進めていることです。やったことなければ言いませんけれど、100個ぐらい定めれますからやりましょうということですね。99個ではダメです。億万長者になりたいと願っている。でもっと稼がなきゃ今のままでは足りないと焦っているわけなんですね。山川さんは本気だと思いますので、自分の欲を改めてしっかり見つめて、お金との関係がない自分の気持ちだったり大切なものも再確認した上で、まず1年見据えた上で自分ができることを100個書き出して部屋に貼ったり、写真を撮って携帯の待ち受けにしたりねしてやれることをフルにやっていきましょう。きっとうまくいくと思います。頑張ってください。山川さん、そして動画を最後まで見てくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。